こんにちは。こんにちは。今日はあれですね、ブルーラグで一番バイクが早く上がるサイトがフリッカーになるので、そこのフリッカーに入ってる、写真を使って、バイクチェックを OK。いつもだったら1人なんですけど、ちょっと僕が下手くそそうなんで2人で送っていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。で今日、ご紹介するのは、オールシーのスーパープロフェッショナル。スーパープロフェッショナル。はい。はい。発売してから1年ぐらい。1年ぐらいかな。あれだよね。一応オールシティ的にはアーバンクロスっていうなんかよくわかんないタイトルつけてるけど、それの理由をなんとなく見てったら分かりそうなちょうどいいバイクだから、担当して組み立てたのは中也さんでね。そうです。はい。はい。そうですね。一応一番最初お客さん、これ外国のお客さんなんですけど、結構大きめで、ミッドナイトスペシャルかストラグラーで悩まれていらっしゃって、ただお客さんがまずシングルっていうのは絶対キーワードで、ホワイトのフリーが使いたいっていうので、ミッドナイトスペシャルがまずその線で基本的にはテンショナー使えばいけないことを、シングルスピードにできないからそうできないことないんだけど、でストラグラーは在庫がなくて、っていう中で結構ガタがいい方だったんで、でドロップハンドルっていうのもマスト。そう何代目かの方？そうなんかもうオールシティかサーリーも持ってて、で新しいの欲しいってことでいらっしゃって、でまさかのミッドナイトがスペシャルストラグラーで巻いてたのに、選択肢になかったスーパープロフェッショナルっていうのも、なんか彼的にはプロモーションで動画があるんですけど、フラットバーで西海岸の人たちがふざけて遊んでるプロモーションとか、地図運んでるやつ、そうで最後なんかこう蓋開けるみたいなのとか見てて、まあドロップハンドルのイメージがなくて、でもうドロップハンドルでも組めるよっていう話をしたら、俺オールシーの方が好きだから、そしたらオールシーがいいみたいになってなるほど、ね、でサイズも在庫もあったから、もうこれでっていうのが発端のスタートって感じです。オールシティってさ、サーリーとかと比べてちょっとさサイズ選び悩まれる方結構多いと思うんだけど、なんか結構大きそうな感じだけど、これは 5？ これで5055です。55、身長はどのぐらいの方？身長は、100多分80近い。じゃあもうそのぐらいあったらもう55って感じ、逆にそのぐらいないと55にはならないかなっていう感じかな。そうだね。じゃあちょっと細かいところを見ていきたいと思います。まずはヘッドパーツから、もうなんかブルーラグで組むと結構やっぱクリス・キングっていうこのヘッドの部分入れがちで、最近だとフィルウッドがあったり、あとちょこっとホワイトインダストリーズがあったり、ただこの外人さんもやっぱり何台も乗ってるんだけど、なんでみんなあんなにヘッドパーツを改めてクリス・キングとか入れるんだっていう質問があって、そうでなんでそんなに入れるんだ、本人的には、もっとグレード低いものを使ってるけど、今まで俺はトラブルになったことがないっていう。まあそうだろうね。普通の方、そんなにヘッドパーツでトラブルを抱えるって方は少ないんじゃないかなと思うけど、そうで僕がなんかよく接客の時に、歌い文句にしてるのは、このやっぱハンドル切るところと、車輪の回転部分と、ボトムブラケットっていってペダル回転するクランクの部分って、こう3つ大きく自転車多分回転する部分があるんですけど、その中でもここだけ唯一フレームとこのヘッドパーツっていうのがつらい位置でパーツが構成されてて、こうねじ込んでいくとかじゃなくて、こうグッてこう圧入で入れるから、厳密に言うと一応フレーム側もパーツ側も少しダメージを与えながら入れてるっていうのと、あとご本人に今回お話ししたのはちょっとメカニック的なところだけど、スルーのハブになって、ディスクブレーキだから、普通のやっぱフレームとかに比べるとフロントのブレーキかけた時とかに、ヘッドにかかる力っていうのが多分普通のものよりやっぱりすごく力がかかってるはず。そうだよねっていうのもあって、絶対いいもの入れた方がガタもやっぱり出にくいですし、やっぱずっと本当に使えるっていうのと、あと本当にこれもずっと歌っててずるいなと思うんですけど、谷さんとかはこのヘッドパーツだけで1個同じので4台こう組み替えてるぐらい、そうだね、そうヘッドパーツずっと使って同じものを使えるっていうのはやっぱり横で見てるので、自信持ってやっぱり使ってほしいなっていう
あとはもうなんか単純にあれだよね、意外にちっちゃいけどなんかすごい顔になる部分ではあるので、それだけでこうバイク全体出来上がった時に品があるというか。そうだね、なんかここ安いの入っちゃうと、まあ安いのって言い方はよくないけど、入っちゃうとね、なんか少し他のパーツ系入ってるのになんか残念な感じになったりすることも多いから、正直なお話しさせてもらうとね、いいやつ入れてもらうと、オールシティだとね、あれですよね、車種にもよるけど、いまだにこのストレートって言うと、なんつうのかね、テーパードじゃなくてストレートのコラム使ってるあたりがやっぱちょっとクラシックなイメージっていうか、昔ながらの感じで好きな方結構多いんじゃないかなって思いますね。僕もそうですしね。確かにそうだね。ミッドナイトスペシャルだとハブするだけどちょっと44ミリになるから、この辺とかはやっぱりオールシティのデザイナーさんがかなりこだわってわざとこうしてるみたいな話は聞いたこともあるから、いいんじゃないでしょうか。ところですかね。ちょっと待って、このねラグクラウンの話は俺したいわ。で行きましょう。このスーパープロフェッショナル発売する前に、このクラウンの部分かな、のラグに関してはね、なんかすごいオリエンテーションっていうか、なんか説明会みたいなのがあって、そうだこれだ。今ちょっといなくなっちゃったんだけど、ジェフっていうオールシティの当時ボスみたいなのが、ここのクラウンはねかなりこだわって作ったみたいで、なんだっけな、昔のリッチーのバイク、なんか世の中にね5本しかないらしいの。なんかこういったラグを使ってるやつが世の中に5本しかないらしいのを、なんかわざわざどっかから手に入れて、それをサンプルにして作ったみたいなこと言ってたから。なるほど。そう、なんかオールシティはなんかハンドメイドみたいなバイクの美しさをマスプロでできるようにやりたいなっていうのがもともと裏テーマみたいなのがあるから、こういうサーリとかと比べるとこういう細かい装飾結構こだわってるフレーム多いから、なんかその辺も気にしてオールシティっていう選択肢入れてみるといいかもしれない。確かね、本当かよと思ったけど、そう5本かな、他に見ないもんね。そうオリジナルらしいよ、スーパープロフェッショナルの。あれだもんね、あるかなこれ。なんかちょっと細かいところね、星型っぽくボトルゲージ止めるところも星型っぽい装飾が施されてて、ここら辺がね、昔のバイクが好きみたいね、ハンドメイドとかね。それを参考にしてたりとかするみたいです。ディティールと、あとサーリと違ってね、色を本当にそうね、こだわってるから、なんか塗り直さなくてもかっこいいっていうか、純正色がいけてるみたいな感じだね。確かに。もう一個、そしたらディティールつながりで、そうだね。考えるとやっぱりこのシートのラグとかもね。そうだね。そうだよね。クランプにしないでそうしてるのとかね。とか、もう今気づいたけど、このボトルのマウントもしっかりこだわってるのが見れますね。もう一個ディティールで言うと、この自転車にあたって作ったスペシャルなエンド、何がすごいのかっていうと、スルーのハブでもシンプルにこう使えちゃうし、ギアドもできちゃうっていう。そうね、なかなかこれはすごいよね。表から見るとあんまり分かんないと思うんですけど、ここのまずエンドの部分がスライドしてこう横に動けることによって、シングルだとこうチェーンをしっかり張らないといけないので、しっかり張れるようにできるのと、あと、このまんま普通だったらここにこういうギアードのエンドの穴がついてて、そこにギアードのリアディレイラー入れればギア付きにもできるんですけど、やっぱ見た目もすごくこだわってるのか、このホイール一回外して中のパーツをしっかり変えることによって、ギアードにもできるっていうのが細かいながらなんかいいところなのと、逆側かな。そうだね。このディスクブレーキもしっかりそのまんまスライドしてついてくることによって、設定をこう変えなくても説明が難しい。ローターの位置をこのままずって動かせるから、そのディスクブレーキの調整が煩わしくない、シングルスピードでも煩わしくないように作ってるっていうのがすごいね。そうですね。でしっかりこうスルーでボルトオンなんで、ここがちょっとストラグラーとかとやっぱりまた違って、クイックとかでこう止めちゃうとどうしても足の力ってすごいんで、こうよくあるのが後ろのこのエンドの部分が左右少しずれちゃったみたいなのがあったりするんですけど、そこら辺はやっぱりオールシティって世界のメッセンジャーとかからフィードバック受けて作ったりっていうのも一個魅力だったりするので、多分走った結果とかやっぱそういうニーズの結果、こういうところが生まれてくるのかなとは
思うし、結果やっぱかっこいい、こうシンプルな仕上がりになりやすいかなっていう。これはそのディレイラーハンガー付きの小物は一応セットでついてくるから、後々ギアードにもできるってことだよね。そうです。お得です。お得だね。1台で2台いけるみたいな感じだからね。これ珍しいね。まずハンドル周りハンドル周り。これはお客さんの指定？もう指定で。そうなんだ。で結構やっぱりなんだろうな、海外の多分インフルエンサーみたいな人たちを見て、もちろん1個こういう形で下にグリップをつけてあげて、バーテープを巻くっていうスタイルだと思うんですけど、この方は千葉の方にお住まいで、お休みの日に本当に林道とか、いわゆるそのグラベルを走るのに、今回このバイクが欲しいってことで、下半は絶対グリップがあった方がいいんだっていうので、その中から、バーテープもちょっと分厚めのものがいいってことで、これはフィジークのバーテープなんですけど、で合わせてとにかく黒で統一したいっていうのが今回あったんで、で、ESI のグリップを下に忍び込ませて。ESI さ、下に入れるの珍しいよね。俺は初めて見たかもしれない。これもして ESI の。そうだね。でも何がいいとは言われたかもしれない。そうで黒のグリップで、多いもいいけど、なんかオールシティでこうちょっと凛とした感じというか、あんまりここになんかやんちゃなポップな感じ入れてもなのかなっていう勝手な気遣いかもしれない。これさ、いつもどうしてる？巻いてからグリップ入れてる？グリップ入れて巻いてる？僕は、グリップを先にまず入れて、でそうですね、ちょっとめくってこの部分ちょっとめくって重ねて、なるほどね。多分それがいいよね。なんでちょっとね、ご自身でチャレンジしてみたいって方はなんか結構そうグリップ入れてそこからテープ巻くとこの隙間が気になったりとかあると思うんで、それが多分一番綺麗に見やすいかもしれない。シングルのレバーとかもそんなに種類ないですけど、この TRP のレバーは削り出しでタッチもいいんで、結構よく使う。俺もすごい好き。あと他だとスラムのシングルレバーもあるし、シマラだとちょっとクラシックやつかもね。が一応選択肢としてあるかなと思います。ハブダイナモだ。ハブダイナモです。はい。スルーのダイナモ最近使うようになったなっていう印象ですね。ソンはいまだにソンっていうの慣れないんだけど、ソンの12スルーとか、15万だっけ？15万ある。すごいよね。その世界の自転車の新しい企画に対してちゃんと新しい企画のハブダイナモ作るあたりがやっぱすごくいいし、高いけどやっぱり壊れない。そうだよね。他社メーカーとそうだよね。これ何回かハブダイナモの修理って僕も受けたことあるけど、圧倒的に少ないよね、他のメーカーと比べてね。圧倒的に少ないのと、あともし仮に本当修理になっても、今までの印象と一応帰りも早いし、あとお安い印象もあるかな。お店僕らレベルじゃ中当てて直すっていうのができないので、今回の場合だとドイツなんですけど、ドイツに送って帰ってきてなんだけど、そうだよね、3ヶ月かかんないよね。そうだね、今のところは、今の状況を考えるとちょっと分かんないけど、今までの印象だとそんなぐらいで帰ってくるからお得だと思います。さっきのキングの話じゃないけど。であれですね、サドルはお持ち込みです。多分この破れ具合から味が出てる。多分使ってる証拠がで、なんかよく言われるんですけど、全然ね、お持ち込みであれとそれは使いたいみたいなのも全然大丈夫なので、そういうのは組み立ての時に言ってもらえればと思います。で、リムはホワイトの G25。 いいよねこれ。これはやっぱ組んでてお値段と、僕たちやっぱ組んで分かる部分もすごく大きいので、精度がいい、とにかく1000円で合成っていって力があると組んだ時に早く組めるし、テンションっていってこのスポーク一個一個あたりのテンションもしっかり出るので、やっぱこのリム組んでていいなっていう印象はすごくあります。千奈さんは特にあれだもんね、ホワイトの工場行って話も聞いてるからより思い入れは強いね。そうなんですよ。羨ましい。そうですね。で本当にこれはちょっと僕の勝手な傲慢な部分でもあるんですけど、このチューブレスのバルブ、とにかくこの人黒がいいっていう言葉最初いただいてたので、結構特に選ばなければバルブのところでシルバーのバルブなんですけど、チューブレスのバルブって結構意外に種類が出てて、
なんかアクセントでここのバルブの部分もカラー入れられるしっていうので、一応今回こう黒に選んでるのと、あとほんと細かいんですけど、このディスクのローターも一応黒で統一してあげて、でついてくるネジとかもほんと細かいんですけど、こういうここ止めるところもほんとシルバーがついてくるんですけど、これもちょっと余ってた黒いやつ使ってあげて、これはメカニックの優しさですね。そう、もう勝手なもう本当自己満そうそう、多分分かってはもらえないかもしれないですけど、まあだけそう一応組み立ての時にちょっとこだわりを入れたかなっていう、細かいところですけどね、入れたのがなんか思い入れとしてあります。次はこのハブですね。ハブだ。最後かかんないんですけど、スルーでシングルのハブってなると、ポール以外なんかありますか？すぐ出てこない。俺も出てこない。だし、ポールの入荷があって、このスルーのシングルのハブ入荷した時に、マジで誰使うんだろうって思って、これは多分負の財産になるなと思ったんだけど、意外と出番早かったね。でも逆に使えるバイクってなると少ないかもね。もうなんかハブありきでオーダーするとかになっちゃうかもしれない。フレームをねオーダーするとかにのレベルになっちゃうかもしれないよね。マウンテンバイク好きな方とか、あとはなんかポールコンポーネントのスタッフとか、ボスもそうなのか、なんかシングルのハブっていうのが結構大事にしてる印象はあって、それがなんかかっこいいなとも思うんですけど、やっぱ山行く人ほどなんか何人かに一人は、いやシングルでいいでしょとか、シングルのこだわり僕なんかはなんか坂登れないから、そう楽しめるのかなと思うんですけど、やっぱシングルスピードのそうですね、ハブをしっかり作ってくれてるのがなんかすごいし、今回ハブ何にするってなったら逆に他になかったのもあったんで、このホワイトのフリーをつけたいってなってくると、必然的にそうだね、ポールになってきちゃうかなっていう。ホワイトのフリーつけたいシングルってなったら、そうだね、もう本当にマジでポールしかないんじゃないかな。あと普段だったらさっきも出て言ってたけど、後々ギア付きにできるから、ギアードのハブにここのところスペーサー積み木みたいなの積み重ねて、刃を1個入れることによってシングルハブにできる。なるほど。でそれだと後々ギア付きにしたいって時に、ここにギアのこの積み木を今度入れてあげてパーツ入れればっていうので安く済むんですけど、この方は男気でシングルでもうそうだよね。さっき千谷さんが説明したやつだと、ホイールを組み替えないでね、シングルにもいけるし、ギア付きにもできるんだけど、これだとギア付きにしたいとき結局ハブを組み替えさなきゃいけないので予算かかっちゃうっていうのがあるので、もうほぼほぼこいつとはシングルでやっていくぜみたいなバイクだよね。なんで結構男あふれるバイクに、でその分でもシンプルに結構やっぱりなるのと、ホワイトのフリーがやっぱ使えるっていうのがいいところかなと思います。これは緑色だからトライアル用だね。さすがミニヤックですね。それはぜひなんかお客さんにちょいちょいお言葉いただくんですけど、正直わかんないと思う。このフリーなんでトライアルですねって言ってもってなる。だけど自転車ってただ乗って気持ちいいところもあるんですけど、なんか音もちょっと気になったりっていうところもあって、ここで喋ると長くなっちゃうんで、ぜひそれは以前金子さんとデジが書いたYouTube が評判がいいので、ぜひそちらをちょっと覗いていただけるといいかなと思います。これ俺あれだね、千谷さんの優しさポイント2なんだけど、やっぱ釣ってもゆくゆくギアードにするときに不便ないようにちゃんとフロントシングル用のコンポーネントのクランクを入れてる。だからこのチェーンリングがナローワイド、そうだね、ナローワイドになってるのを使ってあげてるんで、ゆくゆくギア付きにしてもなんかチェーントラブル少ないようにしているっていうのが、これは優しさポイントだと思っております。ペダルはね XC3 ってさ、すごいよね。なんかさ、こういうさ、なんつうの、最近のクランクっていうの、要はシャフトがズドンのさ、クランクとかにつけても似合うしさ、スクエアテーパーのクラシックなクランクにつけても似合うっていう、このなんかすごいよね。なんでって聞かれたらあれなんだけど、なんか何のクランクにでも似合うっていうのが俺すごいなと思うから、最近ちょっと選びがちにはなっちゃうよね。確かに、言われてみてそうなんだよ。なんでペダル迷ったらとりあえずこれにしとけば実際踏みやすいし。そうだね、でも言われてみて確かに
メカニックの感覚あると思うけど、三ヶ島のツーリングとか、ちょっとラムだとかあそこら辺だとやっぱ確かにスクエアの確かにクランクの方が似合う感じは。そうなんです。まあ、別にそんなの気にしないでペダル選びしたら方が自転車って楽しいと思うんですけど、やっぱ毎日自転車組んでるとなんかそういう風にもなっちゃったりするので、まあなんかこの辺はでまあ出来上がりって感じですかね。まあスーパープロフェッショナルってさ、ラックマウントとかがさ結構細かいところについてたりして、いろんなそのさっき話したアーバンクロスみたいな、ラックつけて荷物詰めるようにしたりとかっていうのもできるけど、割ともう何もつけずにドシンプルにっていうのはもうお客さんの指定だったとにかく週末をこのバイクでグラベル走るんだっていうそのお客さんの意気込みで、まあけどゆくゆくねなんかちょっと乗り方変わったりとかした時にそういうラックつけれるフレームっていうのはいいよね。そうですね、確かに、やっぱ、ね、本当に今と1年経ったら機運なんてもう本当にやっぱあの時ドロップがいいやっぱりフラットハンドルかっこいいなとか、ラックつけて夏場暑いからつけたいなとかっていうのは本当よくあるんで、まあ、そんな時にそうですね、僕たちのお店で言ったら、クロスチェックとか、ストラグラーの選択肢もすごくいいし、もうちょっと進化系でなんか色とかシンプルな感じで、うわこの色かっこいいって思ってもらったら1個選択肢として、スーパープロフェッショナルも選んでもらうのいいよね、いいかなと思います。シングルディアでハブダイナモってなかなかやってる人少ないと思うけど、なんかスタイルあってかっこいいなと思うし、そうスルーシングルハブダイナモなかなかパッと見たらクリーンなバイクだけど、なかなかニッチな組み合わせのバイクに仕上がった1台じゃないかなと思ってて、隣で組んでるの見てすごいかっこいいなって思ってましたね。お客さん本当ありがたい今回は乗られる方だったんで、僕は本当サポートって感じですけどパーツ選びだけ注意させてもらってるから、そんなじゃあ1台目はこんな感じかな。